はい、どうもどうもこんにちは、アニメラと申します。今回はですね、先日クローズドベータテストが実施されました、転生したらスライムだった件、魔王と竜の建国譚、略して魔王竜というアプリのですね、ベータテスト版の情報が新たに公開されましたので、そちらをまとめたものを皆さんにお話しさせていただこうかなと思います。ちなみに前回もですね、ざっくりとお話はさせていただいたんですが、今回は前回よりも詳しく掘り下げた内容となっておりますので、まずは基本的なことが知りたいかなという方はですね、前回の動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、よければそちらの動画からご視聴ください。ということで、前置きが長くなってしまいましたが、早速本題に入っていきましょう。では今回もですね、主に4つに分けてお話ししていきたいと思います。1つ目は建国システム、2つ目はバトルシステム、3つ目はストーリー、4つ目はその他の各種機能という感じでお話しさせていただきます。ではまずはじめに建国システムですね。実際どのように建国を進めていくのかというところなんですけれども、ストーリーの進行によって開放される家や施設を建設することによって住民数というものが増えていくんですね。その住民数を増やしていくことによっていろいろな機能が開放されていきまして、キャラ強化素材やゲーム内通貨なども施設から手に入れることができます。なので建国は優先的に進めていった方がいいものと言えると思います。ちなみに街にいるキャラクターと交流ができるというのは皆さんご存知かと思うんですけれども、その交流するキャラはですね、ストーリー進行によって勝手に追加されていくものなので、たとえガチャで推しキャラを当てられなくても交流だけは確実にできますので、そこは安心してください。また交流することによって絆レベルというものが上がるとですね、各種アイテムをもらえたり、絆ボーナスという形でステータスボーナスが発生したりと、簡単に言うとメリットしかないので、街でキャラを見つけたら毎日こまめに話しかけてあげた方がいいと思います。では次2つ目、バトルシステムですね。こちらはカゴキャラ1体、前衛キャラ3体、後衛キャラ2体、計6体のキャラを編成しまして、臨場感あふれるスキルや奥義などで 3D バトルを繰り広げられるものとなっております。また通常攻撃の演出もですね、キャラがコンボ攻撃をする際にほぼ同時に攻撃キャラが切り替わるので、かなりスピーディーかつ滑らかなものに仕上がっていると思います。なのでおそらく皆さんもストレスなく戦闘を見守ることができるのではないかなと思います。ちなみに行動の種類には通常攻撃の他に技能、加護、奥義の3種類がありまして、それぞれの魔装魂というものをできるだけコンボがつながるように組み合わせていき、それぞれのスキル、奥義ゲージを貯めながら戦闘を進めていきます。またその技能スキル、加護スキル、奥義のそれぞれの主な効果なんですけれども、技能スキルは HP 回復やバフデバフスキルを発動可能なものとなっております。次に加護スキルは編成するだけで発動するパッシブスキルをはじめ、味方へのバフ、魔装魂の変換など強力な効果を持つ加護スキルを発動可能というものとなっております。最後に奥義なんですけれども、こちらは通常攻撃の 5,6 倍もの威力があります、原作を忠実に再現されたド派手な演出の強力な奥義を発動可能というものとなっております。とこんな感じで有利に戦闘を進めるにはどれも欠かせないものとなっておりますので、戦闘中に使い忘れがないようにしたいですね。ちなみにですね、魔装魂のコンボが多くつながるとボーナスダメージが発生するので、基本的には多くコンボさせるのがいいんですが、わざと特定の魔装魂を貯めつつバフや変換スキルを組み合わせて敵に重い一撃を一気に食らわすという戦法も取れたりするので、シンプルに見えて結構奥が深いバトルシステムとなっております。またバトルの中にはですね、捕食バトルという特殊なものがありまして、相手の捕食ゲージが高くなるほど成功確率が上がりまして、捕食評価というものによってもらえる報酬が変わってきます。ほんとリムルといったら捕食というくらいにはテンスラにとって重要な要素だと思いますので、これをアプリで再現してくれたのは本当にファンとしては嬉しいですよね。では次3つ目、ストーリーですね。こちらはアニメテンスラのストーリーを追体験できるだけでなく、原作者監修の完全オリジナルストーリーも並行して楽しんでいけるものとなっております。限定衣装やオリジナルキャラクターも登場するので、テンスラを見たことがある人、テンスラを見たことがない人でも十分に楽しめる内容となっていると思います。また先ほども説明しましたが、ストーリーを進めることによって解放される機能もありますので、
建国システムと並行してどんどん進めていくことをお勧めいたします。では最後4つ目、その他の各種機能ということでお話しさせていただきます。まずは作中でも大活躍のユニークスキル大賢者さんなんですけれども、こんな感じでヘルプ機能としてですね、その時の最適解を大賢者さんが導いてくれるという面白い機能となっております。自分は次に何をすればいいのかと迷った時にですね、原作ばりの的確なサポートをしてくれるので、始めたばっかで混乱しちゃいそうだなという人はですね、積極的に活用してみてはいかがでしょうか。次にキャラの育成についてなんですけれども、基本的にキャラ育成の要素はですね、レベルアップ、レベル上限をアップさせる覚醒、レベルアップとは別にステータスを上昇させる才能解放や装備、そして先ほども説明しました絆ボーナスによるステータスアップなど、たくさんの項目がありますので、建築やストーリーだけでなくキャラ育成に関しましてもやり込み要素は十分にあるかと思われますので、リリースされましたら皆さんも推しキャラを最強にしてみてはいかがでしょうか。はい、以上がですね、魔王竜の最新情報でございました。今回お話しさせていただいた内容とは別にですね、まだ公式発表されていない新たなコンテンツも追加される可能性は十分にありますので、期待しつつ気長に待っていきましょう。ということで、今後も情報が入りましたら動画にしていこうと思いますので、よければ都度チェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。